小さな村の埃っぽい道で商品が売れずに行商人が困っていました。彼はその地域をちょうど数週間前に通ったところで、村の住人のほとんどがすでに彼の商品を見ていました。そこで新しいお客さんが見つかることを願って町の郊外をうろついていました。不幸なことにその道はひどく荒れ果てており、行商人が引き返そうとしたまさにその時、甲高い鳴き声が森の端から聞こえてきました。鳴き声のする方へと進むと、タヌキが捕まっているのが見つかりました。このアライグマに似た動物は狡猾さで知られていましたが、目の前のタヌキは怯えて弱々しく見えました。行商人はそのもがく動物を逃がしてやりましたが、傷の世話をする前に藪の中へと暴れて逃げ出してしまいました。次の日、彼はいつも通りの道を出発しました。彼がとぼとぼ歩いていると、茶釜が捨てられていることに気がつきました。古く埃っぽいものでしたが、地元の僧侶に売れるかもしれません。行商人はピカピカに光り輝くまでその茶釜を磨きました。彼は茶釜をモリン寺に持ち込み、敬虔な僧侶に見せました。まさにちょうどその時、僧侶たちは重要な法会のために大きな茶釜を必要としており、気前の良い価格でそれを購入しました。法会を始めるために僧侶たちがお茶を湯飲みに注ぎ始めたのですが、その茶釜はあまりに早く冷めてしまいました。長い法会の間中、何度も温め直さねばならず、茶釜が熱くなっていると注ぐ手の中で身もだえするように思われました。法会が終わるまでには僧侶たちは詐欺にあったと感じて行商人に戻って説明するように訴えました。翌朝、行商人は茶釜を調べてみましたが、異常な点を何も見つけることはできませんでした。お茶を注げば考える役に立つかと思い、茶釜を火にかけました。するとすぐに金属の茶釜が汗をかけ始めました。突然、茶釜から小さな尻尾、毛皮の手足、尖った鼻が生えてきました。甲高い鳴き声で行商人は自分が逃がしたタヌキだと気がつきました。彼は驚きました。自分の睾丸を引っ張って変身するタヌキの逸話を聞いたことがありました。しかし大抵の場合、タヌキは厄介ないたずら者で、通行人に面倒な悪ふざけをしたり、後から葉っぱになってしまうお金をまき散らしたりしていました。人々の中には被りうるいたずらの矛先を他に向けるために、タヌキの銅像を家や職場の外に置く人もいます。しかしこのタヌキは愛らしく笑っていただけでした。どうしてこのような疑われないものを選んで変身したのか。タヌキは行商人の優しさに対して恩を返したかったと説明しました。しかし茶釜になると熱々の状態にされてしまうし、火あぶりにされたり洗ったり磨かれたりするのも嫌でした。僧侶と行商人の2人は笑ってこの栄誉あるいたずら者に感銘を受けました。その日からこのタヌキは尊敬すべき寺の客人となりました。最も真面目な僧侶さえも楽しませるような物語を話したりいたずらをするようになりました。村人は寺のタヌキを見るためにはるばるやってきて、行商人は全く普通の茶釜で作られたお茶を飲みに来るようになりました。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びとの出会いがあります。